はようございます。たかしです。本日は6月17日土曜日、週末ですので、来週19日からのポンド円の相場の見通しをしていきます。最初にお知らせです。ドル円とゴールドの相場分析をポストプライムという SNS で無料配信しています。ご興味があれば、ポストプライムへの無料登録とチャンネルフォローをお願いします。詳細は概要欄にあります。また、Twitter での先出し配信を始めました。根拠のある先出しですので、条件が揃えば勝率がかなり高い配信です。Twitter のチェックもお忘れなくお願いします。それではまず、ポンド円、冷やしから見ていきましょう。現在の冷やし、昨日もそうですがかなり強く上昇してきてますね。ここのところ連続陽線で、しかも大きな陽線となってきております。この緑丸の高値を超えてきましたので、一旦はこの辺付近までの戻しを待ちたいところだったんですが、この辺りっていうのは週足とか月足で見ないと引っかかってくるポイントがわからなくなってきてます。もうかなり過去のことになりますので、現在はその真空地帯にも近いような、そういう状態でのぐんぐん上昇となっております。ただ、今までのこの上昇の角度ですね、見ていただいたらわかるんですが、この辺りからだんだんと角度が上がってきてますよね。そして今週1週間っていうのはかなり急激に上昇してきてますので、そろそろ天井も近いのかなというふうにも考えられます。ストキャスティクスはずっと高値圏に張り付いてます。ただ、マックディが今強いんですよね。ですので、この上昇が一旦終わるにしても、そこからすぐに下落というのではなく、高値圏で1時間足単位ぐらいでダブルトップとか3損とか作ってくる、そのくらいの時間をかけての下落になるのかなという印象ですね。ただ、その下落もどこまで下落するかがわかりませんので、今のところ冷やし単位でトレードするのであれば、冷やしのストキャスティクスがある程度過熱感を解消してから次の上昇を見ていきたい。また GMMA の青帯との乖離がかなり進んでますので、そうなると GMMA 付近まで戻していくような動きをしがちになりますし、その辺に注目ですね。現在ここに黄色のゾーンを描いてます。そしてこの上の方に薄くグレーのラインがありますが、ここが月足に引いたフィボナッチリトレースメントです。このグレーのライン 183.976、だいたい184円ぐらいですね。今はそのあたりを目指して上昇中。そしてこの黄色のゾーンなんですが、このゾーン内っていうのは比較的抵抗になりやすいところになりますので、今は 180.5 ぐらいから先ほどの 50% の184円ぐらいのところに引いてます。ですので現在地っていうのは抵抗になりやすい。ここで揉み合う、もしくはここから下落するなどのことが考えられますので、基本的にはおしめ買いですけれども、この上昇の仕方を見ていると、そろそろ天井なのかなという雰囲気も感じますので、ここからのロングエントリーっていうのは慎重にしていく必要がありますね。今までは押しをつけなかったので、ロングエントリーが難しかったんですが、5分足とか15分足で浅めの押しからの上昇に乗っていく分には良かったんですが、それもそろそろ終わりなのかなというところで、ここからは大きめの下落に警戒が必要な、そういう時期に入ってきました。チャンネル登録してね。では4時間足です。4時間足を見ていてもこの辺りで一度押しをつけてます。6月の半ばぐらい、6月の上旬ぐらいで押しをつけているんですが、そこからはもうずっとじりじりと上昇中、ほぼほぼ陽線連続で上昇してきてますので、4時間足単位でのトレードっていうのもかなり難しかったのがわかります。ここ1週間ずっと上昇でしたよね。そしてこちらも GMMA との乖離が進んでますので、4時間足単位での調整っていうのがどこかで入ってきてもおかしくない。そしてストキャスティクスは高値圏に張り付いてますので、こちらは今機能してませんが、ただストキャスティクスが高値圏に張り付いているっていうことは、次いつその調整が起こってもおかしくないというところにありますので、そこは注意ですね。買い足でこの上昇トレンドに乗っていくのはいいんですけれども、4時間とか日足単位での調整が起こると、一気に買い足での上昇は崩されてきますので、その辺は注意ですね。今4時間足単位で考えるのであれば、やはりこちらも GMMA 付近までの下落。今1時間足の目線切り替えポイントをここに引いてます。178.8 付近になりますので、このあたりまでの調整の下落を待っておきたいんですが、今 181.5 ですので、かなり値幅がありますので、ここまで下落してくるかどうかもわかりません。ただし GMMA との乖離を埋めに行くとすると、178円、179円ぐらいまでの下落は全然ありますので、その辺は注意しながら、下がったところを買っていくというおしめ買いスタンスでいくのがいいですね。4時間足の MACD は一応強いんですけれども、上がったり下がったりしてますので、もし現在地付近、先ほど冷やした抵抗体に入ってきましたので、この辺付近っていうところで揉み合ってくると、4時間足がダイバージェンスに向かっていく可能性っていうところも考えておきたいですね。基本的には下がったところを買うんですが、今4時間とか日足単位でのトレードは難しいですので、やはり5分とか15分足ぐらいで見ておくのが良さそうです。
では一時間足です。昨日のショートムービーでお話ししていたこの黄色丸ですけれども、ストキャスティクス、ここ、3つ黄色丸がしてますが、ここが過去のゴールデンクロス、もう一つあるんですけれども、過去のゴールデンクロスの位置です。で、昨日はストキャスティクスが高値圏にありましたので、もう一度この黄色丸の安値ぐらいのところまで下がってくれば、そこからのゴールデンクロスのタイミングで押し目買いができるかもしれませんね、みたいな話をしていたんですが、結果的にはストキャスティクス、ほぼほぼ下げずに再び上昇していきました。つまり上昇の勢いが強いってことですよね。今までですとストキャスティクスの黄色丸、つまり比較的過熱感を解消してきたところからのゴールデンクロスっていうのはチャートを見ていただいてもわかりますが、このオレンジのトレンドラインで反発しているんですね。で、昨日もその辺ぐらいまでの下落っていうのを考えたんです。ですので、このオレンジのトレンドライン、今ですと1時間足の GMMA 付近にタッチしてきたところからのストキャスティクスゴールデンクロスのタイミングでの上昇っていう、そこでの押し目買いをイメージしていたんですけれども、結果的にはストキャスティクスは高値圏でもう一度ゴールデンクロスして現在は高値圏に張り付いている状態、つまり浅めの押しで上昇していったってことですよね。ですので1時間足単位での押し目買いっていうのをイメージしていたんですが、結果的に昨日の上昇は15分足単位での押し目買いに変わりました。つまり角度がさらに上がったんですよね。先ほど日足4時間足で見ていた角度が緩やかな角度から今ここ1週間は急激な角度での上昇に変わってきてます。その中でさらに急な角度に変わってきてますので、今15分足ではこの辺にトレンドラインが引けるんですね。15分足単位でのトレンドラインが引けますので、週明けまたそのトレンドラインで反発するのであれば、そこからの押し目買いっていうのをしていってもいいかもしれませんが、先ほど日足でも言いましたように、今のところ急騰してますので、こういう上昇っていうのは一旦の天井になって、そこから比較的大きめの下落になる可能性がありますので、そこは注意ですね。ただ今のところ結構強く上昇してきてますので、下がったところは買われやすいと思います。大きめの調整下落が入ったとしても、やはり1時間足のこういったトレンドラインとか、先ほどの4時間足のトレンドラインですね。そういうところでは反発しやすくなってきてますので、まずは15分足での現在は上昇になってますので、その上昇トレンドに乗っていく。その上昇トレンドを崩してくるのであれば、次は1時間足の GMMA とか、1時間足のトレンドラインで反発してくるところを見ておく。ただ、その反発に関しては直近高値を上抜けていけるかどうかは怪しいです。先ほどターゲットがもう少し上にあると言いましたので、もうちょっと上ですね。この辺184円ぐらいにありますので、その辺ぐらいまで上昇していく可能性もありますが、現在は日足でお見せした黄色のゾーンに入ってきてまして、抵抗になるところに来てますので、ここから4時間とか1時間とかの調整の下落に入る可能性がありますので、そこは注意ですね。まずは少なくとも1時間足のストキャスティクスがある程度過熱感を解消するのを待ってから、そこからのエントリーをしていけると、15分足レベルでの上げ幅よりも大きな上昇が期待できるとは思いますが、やはりかなり高値圏にありますので、その辺は注意ですね。ですので、今は結果論だけ言いますと、買えば上昇するっていう相場にはありますけれども、そういうトレードの癖は危険ですので、あまりおすすめはしませんが、今、上足のインジケーターが機能していないときは、買い足のインジケーターを見ていくしかありませんので、昨日までは1時間足で動いてましたけれども、昨日は15分足での動きとなってきてますので、次は15分足での動き、そして5分足での動きになっていくのか、それとも1時間4時間足単位で調整をつけてくるのかっていうところを見ておくのがいいと思います。また、こういった強い上昇相場、そろそろ天井かもしれないと言っていると、値頃感での根拠なしの逆張りをする人がいるんですが、それは危険ですのでやめた方がいいと思います。基本的には下がるのを待ってからの次の上昇を狙っていく。ただし、かなり高値圏にありますので、大きめの調整をしてきてもおかしくない。今4時間足単位のトレンドラインですと、ここですね、このオレンジのラインがそうなりますので、この辺付近までの下落と考えると、178円とか177円ぐらいまで下落する可能性も大きくなります。そうなるとかなりの値幅下落してきますので、ロングエントリーをする場合も、それだけの調整幅が入る可能性があるっていうところを見越してやっていかないといけませんので、そこは念頭に置いておいてください。それでは本日は以上です。この動画がわかりやすいと思ったらいいねとチャンネル登録をお願いします。
そして最後にお知らせです。YouTube のメンバーシップでは初心者の方向けの丁寧なスキルアップ動画を毎週更新しています。トレードの基礎が学べるメンバーシップにご興味があれば一度お試しください。また初心者ではないけど安定して勝てないという方はポストプライムでのプライム会員をお勧めしています。こちらは YouTube のメンバーシップと違って2週間の無料期間があります。7月からプライム会員価格を値上げしますので少しでも気になる方はお早めの行動がお得です。今登録すれば値上げ後も今の価格が適用されます。ぜひ無料期間を有効にご活用ください。詳細は概要欄にあります。それでは今週もトレードお疲れ様でした。来週も一緒に頑張っていきましょう。たかしでした。バイバイ。インジケーターの使い方解説ブログを書きました。GMMA、ストキャスティクス、MACD の使い方について詳しく書いてます。まずは一度目を通してみてください。きっとスキルアップのお役に立てると思います。インジケーターは何気なく表示させるのではなく、理解して使いこなすことが大切です。また、インジケーターを使ったエントリー手法のテキスト販売を始めました。こちらは初心者から中級者向けですが、初心者の方向けの初級編もご用意しています。勝つための聖杯なんてありません。だからこそ地味にコツコツとスキルを積み上げていくものです。このテキストはそんな方のお力になれると信じています。せっかく FX を始めたのですから、明るい未来を夢見て頑張りましょう。